藤間でございます。今日も仮想通貨ニュースを読み上げて、ビットコイン、イーサリアム、ポリゴン、柴犬、そして IOST のチャット分析をしていきたいなと思います。このチャンネルは仮想通貨や株などについて毎日配信してますので、投資に興味がある人やお金持ちになりたい人はぜひチャンネル登録をしてみてください。はい、じゃあ今日も早速ね、ニュースが読み上げていきたいなと思います。まずね、仮想通貨ウォレットのメタマスクですけども、これにね、NFT を閲覧する機能が実装されるということでした。今まではね、その何を持ってるかとかね、アドレスとか ID だけ管理可能だったんですけども、このメタマスクの中で自分が持ってる NFT を見たいとかっていう人もね、結構リクエストが多かったとそうなんです。それが実装されることに、なりました。これね、いつかね、実装されるだろうなとは思ってたんですけどね。ちなみにね、僕もメタマスク少し使ってるんですけど、月間アクティブユーザー数がね、2000万人を超えていて、大人気の、ウォレットだということです。はい、このニュースはもちろんポジティブにしたいなと思います。じゃあ次が、ユニスワップのニュースですね。分散型取引所のユニスワップがポリゴンのブロックチェーンで正式に稼働を開始しましたということで、ユニスワップバージョン3のスマートコントラクトを、ポリゴンに導入しているということで、これが結構交換されていて、ポリゴンの価格がね、結構上げてますね、今ね。ちなみに、これは匿名関係筋からの情報ってなんか書いてあるんだけど、ユニスワップは、ポリゴン上で流動性マイニングをローンチする計画があると。あるコインとあるコインを預けて、その流動性を提供してあげる代わりに、コインをもらうっていうのが、流動性マイニングなんですけど、流動性マイニングの報酬が今まで普通はユニスワップトークンなんだけど、これがポリゴンの報酬になるんじゃないかっていうのが、ちょっとね、裏筋情報らしいですね。ということで、結構ポリゴンネットワークが、いろんなところで使われているので、ポリゴンの価格ね、今日チャート分析する通り、上がってきやすいということになります。はい、この記事はね、ポジティブですね。じゃあ次が、ウェブブラウザにね、オペラっていうね、ブラウザあるんですけど、デジタルウォレットでソラナとポリゴンのブロックチェーンに対応するっていう計画を発表しています。導入は2022年の第1四半期なので、3月までにね、やると。ちなみにね、このオペラはね、Android 版のアプリがあって、8000万ユーザーがもう使っていると、結構大人気の、ブラウザーなんですね。で、今ね、オペラのデジタルウォレットには、ビットコイン、イーサリアムとトロンがね、使われてるんですけども、それに加えてソラナとポリゴンが、加わるということです。ソラナもね、ポリゴンもね、本当にね、かなりね、メインコインとしての、地位を確立しつつありますので、やっぱり、今メジャーなコインとかは、日本取引所であるようなやつじゃなくて、やっぱポリゴンとかね、ソラナとか、テラとかね、アバランチ、その辺を買っとくといいんじゃないかなと思います。はい、この記事はポジティブですね。ということでね、引き続き特定のコインの、ニュースが結構あるわけなんですけども、地合いはね、悪くないと思います。ほとんどの仮想通貨が一旦底打ちして、今が上昇トレンドに入ってたり、入りそうになってたりっていうのがあるんで、来週ぐらいからちょっと結構ね、価格上昇に期待できるかなと思います。じゃあ今日もね、ビットコインのチャート分析をする前に、僕がね、面白いと思ったツイッターを紹介していきたいなと、思います。今日も、海外の、有名な人ですけども、今日はね、トレーダー J っていう人のね、ツイートなんですけど、内容はね、ビットコインオーバー炎上ビアマーケットって書いてあるんだけど、前、9月から11月、去年の9月から3月ぐらいまでの爆上げた相場と、チャート形状がすごい似てるよねっていうことが言いたいみたいですね。要するに、下落トレンドラインを上に抜けて下に一旦タッチしてからの、爆上げって考えたら今が底打ちで今から大きく上がってくるんじゃないかなという角度はね、これ下落トレンドラインが40度で、
下の上昇トレンドラインが17度ってことでね、結構ぴったり一緒なんですよね。って考えたら、今から800万円台ぐらいに突破するようなね、強い上昇が回りそうだなと思います。はい。じゃあビットコインのチャート分析いきたいと思います。今ね、48,300ドルぐらいですね。昨日よりはちょっと下げていますが、まあ、一旦ちょっと大きく上がったので、まあ、ちょっとしばらくね、調整なんだと思いますが、昨日は陰線出ました。だけど、まあ、一応このね、こういう、ウェッジはなんか一応上に抜けたのか抜けてないのかわかんないけど、今線の上にいますので、例えば今日とか明日ぐらいにしっかりね、陽線ボンと出てきて、完全に目視でも上に抜けてきたって確認できるような感じになったら、かなり期待できるかなと思います。まあ、時間の問題だと思いますよ。多分このまま上に上がってくるかどうかっていうのはね。僕は引き続きバイビットで長期ロングをレバレッジ3倍でやってます。じゃあ次、イーサリアムですね。イーサリアムも昨日よりは少し下げましたが、あんまり変化はないです。3900ドルぐらいですね。イーサリアムはまだね、明確にはちょっと上抜けはできてないんですよね、このウェッジをね。出てこい、ドドンパ。出てきた。ドドンパって言ったら出てくるんだよ、大体ね。こういう三角持ちは、上に抜けたか、ちょっと線の上かな、ぴったりね。線の上にいるので、ビットコインと同じくしっかりこう陽線とか出てきたら、こう上にね、行きやすいと思います。まあ多分、ぼちぼちそろそろだと思いますね。この100日同平均線もサポートされてるので、勢いもつきやすいしね。ポンと出たらこんな感じでこう稲子が発生してくるんじゃないかなと思います。僕は引き続きバイビットでレバレッジ3倍で長期ロングしてます。じゃあ次、ポリゴン。今日ね、2つのニュースに出てきたポリゴンですけども、やっぱりね、スペックがね、優秀なんで、やっぱいろんなところで使われてますね。で、価格もやっぱりすごい上がりやすいということで、直近ね、時価総額が高いコインだと一番上げてるんですけど、こんな感じですね。直近の高値は超えましたが、今ね、使用された高値に挑戦しようとしてます。ここ使用されたからね。こんな感じで。2.7 ドルですね。今が、2.5 ドルなんで、ほんとちょっと、あと、ほんと 0.1 ドルぐらいなんですけど、ここ明確なレジスタンスあるので、ここを突破するとかなり爆上げてくると思いますので、ポリゴン気になってるけど買ってないっていう人は、ここ上に抜けてからでいいと思います。ここからね、下がってこの落ちるっていう可能性もあるので、落ちたら結構落ちますよ。2ドルぐらいまで落ちますので、2、30% 落ちてしまうわけなんですけど、ここ抜けたって確認してから上に乗っていくって感じがいいかなと思ってます。ポリゴンは、バイビットで買うか、バイナンスで買うのがいいと思います。じゃあね、今日柴犬久しぶりに行きましょう。柴犬がね、やっとね、下落のね、ウェッジを上に抜けたっぽいんですよね。なので、ちょっとね、今あんまり柴犬注目されてないけど、なんか結構今から上がってきそうな雰囲気してます。今ね、3500ですね。こんな感じで。ずーっとこの結構ね、鋭い、上が8000、9000とかね、9000で下が3000とかまで落ちたんですけど、だからもう3分の1まで価格落ちたんですけど、このずっと見られてたこの鋭いウェッジを上に抜けたっぽいので、今からね、この辺みたいな感じで、急上昇してくる可能性があるかなと思ってます。ただ一応ね、3分の1も落ちてるので、あんまりね、期待はしない方がいいと思いますよ。今から例えばここから、一気に3倍ぐらいにバーンってなるとかね。3倍じゃないか。3倍はまだ使用された金だから、10倍とかになるとかっていうよりは、ちょっと深く調整したから、ゆっくりね、ちょっと上がってくんじゃないかなと。この、なんて言うんだろう、ミームコインが時価総額の高いコインになっていくっていう感じね。直近も陽線しっかり出てますので、4日連続で。こんな感じで。1、2、3、4って感じで。結構ね、強い上昇がいきなり来るっていう可能性はあると思います。はい。そんな感じですね。じゃあ次、久しぶりに iOS 行きましょうね。iOS ね、手放した人ももうだいぶ多いとは思うんですけど、相変わらず iOS 信者みたいな人は、なんか Twitter では見かけるので、やっていきたいなと思うんですけど、今ね、0.033 ドルです。3.8 円ぐらいですね。
こいつもまあそこそこね、今、まあ柴犬に似てるんですけど、チャート形状的には。5日連続陽線出てます。で、こういうウェッジだったんですけど、こっちも鋭いね。使用された金が、ここか。9円ぐらいで、まあ3円ぐらいまで落ちました。こいつも3分の1ぐらいまで落ちたんだけど、だから、チャート形状がミームコインなんですよね、こいつ。だから、でも一応まあこの下落トレンドは上に抜けたので、今からまあ強い上昇また来るかもしれない。ここみたいな感じ。今こうみたいな感じ。まだこういうの来るかもしれないんで、まあ、ISD 今売らずに、まあちょっと跳ねるまで持っとくっていうのもいいかなと思います。ということで、まあ今ね、結構ポリゴンと柴犬と IOST、あと他のコインも結構ね、爆発寸前になってるというかね、いきなりボンと跳ねそうなね、チャート形状してますので、ちょっと来週ぐらい楽しみにしたいなと思います。そして、僕のね、著書、1月1日に発売しますけども、おかげさまでね、1000冊以上ね、すでに事前予約だけで入っています。で、事前予約した人だけ、僕の2022年の仮想通貨戦略っていうコラムがね、読めますので、仮想通貨来年もね、やるっていう人は絶対読んでください。はい、そしてね、動画の説明欄に僕がお勧めしている仮想通貨取引所を紹介してますので、ざっと見て持ってない取引所あったら登録をしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。また明日。仮想通貨投資をやるなら、動画の説明欄にあるバイビットも必ず使った方がいい取引所になりました。もともと世界第2のデリバティブ取引所として FX がメインだったんですけど、最近は40種類以上の仮想通貨の現物取引もできるようになりました。将来的にはね、バイナンスと肩を並べるような総合的な世界トップクラスの取引所になるらしいです。で、入金方法は他の日本の取引所から仮想通貨で送るっていう方法ができるんですけど、もう一つは、KYC 認証、本人確認をすればクレジットカードで仮想通貨が購入できるというシステムを導入しているので、日本の皆さんもとても使いやすい取引所になってます。でしかも、バイナンスよりね、手数料が全体的に安いので、僕は結構バイビットを、メインとして使っています。ぜひ動画の説明欄から登録してみてください。いろんな仮想通貨をトレードしてみたい人はシンガポールの取引所のビットゲットもおすすめです。ビットゲットは世界第5位の大きな取引所になっていて、50種類以上の仮想通貨の現物取引と20種類以上の仮想通貨の FX 取引ができます。特に FX 取引は上級者のトレードをそのままコピーするっていうコピートレード機能、コピトレがあって、それがなんとね、ワンタップでできるっていうのが便利です。動画の説明欄のリンクから口座登録すれば500円相当のドルがもらえるのと、手数料が永年 10% オフになります。そして、初めて入金した人は 5% のキャッシュバックがあって、最大ね、5500円分の US ドルテザーがもらえます。ぜひ登録してみてください。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。藤原の YouTube メンバーシップでは月990円で週に1回の投資に関するコラムを投稿しております。そして、月に1回僕に質問ができる質疑応答動画も投稿してますので、ぜひ入ってみてください。そして Twitter や Instagram の方でも投資に関する話や僕のプライベートなども投稿してますので、Twitter と Instagram ぜひフォローをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。